いしょよいしょよいしょ。いやー、今日はあったかいね、猫吉。ちょっと坊ちゃんがニャーニャーすごいな。坊ちゃんも後で連れてくよ。ちょっと待っててね。今日はね、ちょっと猫吉のお目目の件でご報告があって動画を回してるんですけど、以前から動画を見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、猫吉はね、お目目の病気を患ってまして、猫吉こっち来る？はい。ここね、高圧洗浄機で掃除したのでね、綺麗になってるね、猫吉。猫吉のね、お目目の病気、正面から見て右側の目、猫吉にとって左目の虹彩の色がね、ちょっと猫吉の場合は黒っぽく染まってるんですよ。でこれがね、病名を言うと虹彩メラノーシスっていう病気で、要はその瞳の周りの虹彩の部分、人間でいうところの白目の部分ですね、あの部分にちょこっとね、シミができ始めたのが、どんどんシミが広がってきて、でお目目の専門の病院でね、検査を受けたら、どうも猫吉は虹彩メラノーシスっていう病気だということが判明しまして、もうそれがね、何年前かな、6歳だか7歳ぐらいの時にね、判明したんですけど、その病気っていうのは、虹彩のシミが徐々に広がってくるね、病気なんだけど、これは先天性の病気で、その病気自体ね、特に何か健康被害があるわけじゃなくて、その病気になったからってね、何かその生活が制限されたりだとか、なんか直射日光当たるのを控えなきゃいけないとか、そういうことは特にないんだけれども、徐々にそのシミの範囲が広がって、お目目がね、どんどん黒っぽくなってくるっていうのが、その病気の特徴で、この病気はね、それ自体はほぼ見た目の問題なので、今言ったようにね、何か命に関わるっていうわけじゃないんだけど、これがね、ちょっと恐ろしい病気に進行するケースっていうのがあって、それがね、虹彩メラノーマって言って、そのシミの部分がね、がん化する可能性っていうのがあるんですね。でそうなっちゃうと、ちょっともう、目ってね、結構いろんなところに神経がつながってて、脳とかにもねつながってるんで、そのがん細胞が脳に転移しちゃったりとかして、結構ね、命に関わってきちゃうんだけど、このね、虹彩メラノーシスが悪性かどうかっていうのは、これはね、ちょっと難しい、この病気の難しいところなんだけど、わからないんですよ。でそれを調べるためには、お目目をね、摘出して調べなきゃいけないということで、この状態だとそれが悪性なのかどうなのかっていうのはわからないというのが、ちょっとこの病気の厄介なところなんだけど、猫吉もこんな風にね、普段全然健康なんでね、今日もいっぱいお日様浴びて気持ちよさそうにしてますけど、で動物医療もね、お目目の専門病院っていうのがあって、お目目の専門の獣医師っていうのがね、いるんですよ。でそういう病院に行くと、眼底検査っていう検査を受けることができて、その検査を受けるとね、この猫吉のお目目のシミが虹彩メラノーシスなのかどうなのかっていうのは分かるんですけど、猫吉の場合は虹彩メラノーシスであることは間違いなくて、でそれはちょっとね、不治の病なので治るっていうことがなくて、どんどんね、そのシミの範囲は今までも広がってきたし、これからも徐々に広がっていくんだけれども、ちょっとあれだね、リード縛っちゃおうかね。ちょっと待ってて、猫吉。
で一応ね、猫串の場合は虹彩メラノーマである可能性は低いと言われてて、今言ったようにね、もちろん最終的にはね、お目目を手術で摘出しないとその判断はねできないわけなんだけど、可能性が高いか低いかはね、一応眼底検査である程度わかるんですよね。なのでこの病気の場合っていうのは、定期的に眼底検査を行ってシミの広がり具合を見たりとか、あとは隆起してないかとかね、シミが隆起してきたらもうそれは結構高い確率でね、眼化してるっていう判断になるので、もちろん絶対じゃないけどね。だからシミの広がりとか、シミの部分が隆起してないかとか、あとはちょっとね、眼底の状態を調べたりとかして進行具合をね見守っていく感じになるんだけど、で一応ね、最初の頃は3ヶ月おきに猫串もね、その病院に行って検査を受けて、詳しくね調べてたんだけど、どうも猫串の場合はその進行が極めて遅いと、もうほとんど変わらないということで、その3ヶ月おきの検査が6ヶ月になって、で1年に1回になって、徐々にね頻度を落としていったんだけど、1年ぶりに行って検査を受けたりしても、もうほとんど眼底の状態は変わってなくて、虹彩表面はね徐々にシミは広がってるんだけど、そんな感じだったんだけど、いつ頃だったかな、猫串が徐々にねその病院をすごい嫌がるようになっちゃって、その検査の様子っていうのは僕は一緒に入って見ることはできないんで、待合室でね何時間も待ってるわけなんだけど、ちょっとね尋常じゃないぐらい猫串がね泣きわめくようになっちゃって、でその声がね外まで聞こえてくるんですよ。でちょっと僕も辛くて、で先生とね話し合った末に、あんまりにもそういう状態が毎回続くようになっちゃったんで、検査もねちょっとまともにできなくなっちゃって、猫口が逃げようとするんでね、この検査はじっとしてないとできないんで、かといって鎮静剤を打っちゃうと瞳孔が開いちゃうから、そうするとねまた検査ができなくなっちゃうんですよ。だからちょっとね鎮静剤の量を調整して猫口をおとなしくさせて検査したりとかしてたんだけど、猫口の場合はね、どうもその眼化する可能性はすごく低いらしいんですよ。今までのその進行状況を見ている限りね。もちろん絶対じゃないんだけど、眼化する可能性すごく低いし、検査してもほとんど変化がないし、で何より猫串がもうすごい泣きわめいちゃって、ものすごいストレスがかかってるっていうことと、あとそういう状態だからね、ちょっとまともに検査ができないと、正確な診断ができないということで、先生とちょっと相談して総合的に考えて、今後その眼底検査の方はね、もういいかなと。無理に受けさせたところでね、正確な診断ができないし、もうちょっとストレスを与えるだけみたいになっていたので、今もうその検査は受けさせてなくて、その後はずっと僕の方でね目視でシミが隆起してきてないかとかね、そういうのを確認してるんだけど、実は最近ねちょっと変化がありまして、先に言っておくとね、特にその危険な変化じゃないんだけど、猫口の虹彩の部分にシミができてるのってこっちの猫口にとっての左目なんですけど、最近になってねこっちの右目にもちょっとねちっちゃくシミができ始めて、それがね最初にこっちで見た時の状態と同じだったんで、おそらくその今点みたいにこっちの目目の下の方に黒い点みたいのがついてるんだけど、それが今後少しずつ広がってくるのかなという感じで、今まで右目に関しては虹彩は綺麗な状態だったんですけど、そっちもねシミができ始めてきましたというご報告なんです。ただこれに関してはね、一番最初にその検査を受けた時に
もうこっちの右目もね確実にシミは出てきますよということは言われていたので、もうそれからもうこんな何年も経ってねようやく出てきたっていう感じだったんで、だから僕もてっきりねもう一番最初に検査を受けた時にそれ言われていたので、もう7歳8歳ぐらいですぐ右目もシミが出てくるのかなと思ってたんですけど、今もう猫吉12歳だっけ、2014年に保護したんで今11歳で今年で12歳になるのかね。なのでもう随分ね長いこと出なかったなぐらいなもので、進行は極めてやっぱり遅いんだなという感じですね。だから、今後ね右目についても徐々にシミは少しずつ広がってくると思うので、今はまだねこうやって映っててもわからないぐらいなんだけど、それ言っておかないとね視聴者さんが心配しちゃうかなと思ってね、一応今回はねそのご報告をしておきたいなということでお話をさせていただいたんですけど、猫吉の場合はねその眼底の状態はこっちの虹彩のシミが広がっている左目よりもむしろ右目の方がね悪いということを言われていて、あくまでもその虹彩のシミは表面上のものなので、中の状態としては右目の方がねより状態が重いということは言われていたんですけど、それはもうね一番最初に検査を受けた時から言われていて、ただシミが広がってるからってその視力とかねそういうのは特に影響はないみたいなんで、ただ本当に見た目だけの問題、シミが広がることでお目目が見えなくなったりとかそういうことは一応ないので、ただ心配なのが、眼化するかもしれないっていうことですね。ただ、猫吉の場合はそれもね一応大丈夫そうなんで、大丈夫そうっていうかリスクはね低いらしいので、おかげさまでこうしてね元気に日常生活を送れてますけど、で猫吉に関してはそんなところで、あとボス吉ですね。ボス吉に関しても猫吉と同じようなシミがね、出てきて、当時すごい僕絶望しちゃったんだけど、ボス吉もかってね。だけどボス吉もその専門病院で同じ検査をしたら、ボス吉の場合はね同じシミではあるんだけど猫吉と違ってボス吉は病気ではないと。どうもね猫の虹彩って年を取るとね結構ねシミができるものなんですって。老化現象として虹彩にシミができたりっていうことは結構普通にあることみたいで、だからボス吉の場合はねシミ自体はね今後も広がっていきますよとは言われたんですけど、これは病気ではないので今後検査をする必要はないですということは言われてて、だからその辺のね過去動画知らない人だとちょっとボス吉の目がねシミが広がってきて心配に思う人もいるかもしれないんですけど、ボス吉の場合はただの老化現象なんで病気ではないので、その点は特に心配はいらないですね。で猫吉ちゃんに関しては一応虹彩メラノーシスっていう病気ではあるけど、猫吉また猫吉はい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 、また離れ行きたいの猫吉。分かった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 。一応ダメだ。分かった分かった分かった。これでね脱いじゃうの猫って、ハーネスをこうやってね、これはダブルロックハーネスっていうハーネスなんで、上が脱げても胴が止まるんで逃げられないけどすぐにはね、でも最終的にはこうやって逃げられちゃうの。ほらね、はい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 。猫吉は本当に離れ好きだね。ちなみにもうあったかいんでこたつハウスはね閉まっちゃいましたね。
もう春だもんね、猫吉。というわけで猫吉のお目目の報告、これもちょっとねしておかないといけないなと思って今日はお話をさせていただきましたね。じゃあこれからちょっと今度は坊ちゃんをさっきからニャーニャー泣いてるんでお外に出してあげたいと思います。姉ちゃんの抜け殻